さあ今回もやってきました空き家淡路セルフビルドの続きです。まず屋根からやっていこうと思います。今回で2回目の屋根工事。前は古い屋根を取って元々の屋根を生かしながらやってめっちゃ大変だったんですが、今回はどうでしょうか。一番最初は穴隠しをつけて角板をつけてます。穴隠しと角板ついてる。で今は合板、屋根の合板でプレカットだからもう切ってある114がここから始まる。どうかな。全部置いてみた方がいいのかな。こんな感じで半分かな。だいたい打って印して後で打つから。足場はこんな脚立でひどかったんですが、シェル合板をどんどん一人で運んでくるのすごいですね。今回プレカットで頼んだら屋根の合板も一緒に納品されてきて、しかも全部タルキの芯に乗るようにカットされてたんで、そのまま置いてどんどん止めるだけでした。めっちゃ簡単でした。切ったり測ったり計算したりは全くなかったんで、とにかく置いてどんどん止めていきました。で今エコヘルボードでエコヘルボードあったエコヘルボードっていう遮熱と雨音を和らげるボードを貼って、今はルーフィングを貼っていきます。でその後はガルバリウムの屋根を寸法で発注して、待っている間は何もできないので屋根はここまでにして次に行きます。で次は多分サッシかな。ここにサッシ入れて土間打ってで屋根つけてしたら外壁つけれるけど、とりあえず今日終わり。今から、多分1週間ぐらい雨降るから何もできない。このサッシ、昨日作ったサッシをここに入れます。早い。今ちょうどやった。全然取れなかった。うわすごいね。やったー。最初さ、うん、この鍵が全然閉まんなくて、あこう歪んでたから。あどうやって直した？これ見て。プレカットでもこんなに歪むね。最近ちょっと取ってなくて雨で全然取れないから、一応窓全部入って防水シートも貼って、でこのサッシも入れて、で昨日はね土建屋さんが土間打ってくれた。いやすっごい綺麗。めっちゃ綺麗。でこんな感じになってる。今は窓周りとこの隅の縦、これからこうシャン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 30センチピッチでおぶち打つだけだね。オッケー。やろう。あんま映像撮ってなくてあっという間に胴縁まで来たんですが、ここまでかなりスムーズで全く問題なしです。胴縁も簡単で2時間かからないぐらいで終わっちゃいました。胴縁はさ全く撮ってなかったけど、でも本当にプレカットやって初めて面が揃っている時に胴縁やった。これ初めて。いつもめっちゃなんかこけたり、なんか3センチぐらいあっちが出たりしてるから、なんか今回全くかませなくてもよかったから、ものすごい楽だったよね。めっちゃ簡単だった。ここから外壁貼っていきます。今は隅の板を45度に落としてます。めんどくさいんですが、コーナーの隠しみたいなのは好きじゃないんで、角は45度に切って付け合わせて始末してます。そうね。そしたらこっち側来るとここも斜め切って、ここもすっごいピタッとすごい辛いなる。
何本か釘で留めてチョークで墨打って残りをどんどん打っていきます。ちなみにシェレルの方が釘打ちが上手で大地さんからも褒められてました。シェレルにコツを聞いたところ自信を持って打つだそうです。でここまで来た。ここが当たってここになんか羽みたいなのがあるから切ったよね。入るかな。ぴったり。今回で焼き杉の外壁を貼るのは3回目で測って切って貼るっていう単純な作業なんですが、一番最初貼った時は測り間違いとか切り間違いとか木が反ってるのにそのまま貼ったりとかいろんな原因であんまり綺麗にいかなかったけど、今回は新築っていうのもあってだいぶ上手に貼れるようになってきたと思います。で同じことの繰り返しで何回もやるのはつまんないけどやっぱり上手にできると気持ちいいですね。ちなみに今回は外壁までスムーズに貼れてるんですが、リノベーションだと外壁貼るまでが本当に長いんです。例えば今回は柱の上に直接防水シートを貼ってその上に銅縁そして焼き板という感じでしたが、リノベーションの場合は柱の面が全く合ってないんでそのまま防水シートを貼ると破れちゃうし、貼れたとしても次に銅縁をつけるのに面がどれだけずれてるかが見れないんで銅縁がつけれなくなっちゃいます。だから防水シートの前に銅縁で面を揃えて防水シートを貼って焼き板っていう感じでやってました。でリノベーションの時は銅縁をつけるのも1本ずつそれぞれの柱ごとに面を見ながらつけていくのでほんと全部で1週間以上かかっちゃってたと思います。今回2時間以内に終わったのを考えるとかなり簡単だったと思います。昨日はめっちゃ風が強くてルーフィングが飛んで、そしたら一番最悪なのが中がね雨入ってきたよ。ルーフィンがなくなってたからこのご飯に雨が染み込んでここ全部濡れて。今回壁と屋根の地まで終わって防水シートが飛んだりのハプニングはあったけど予想以上に簡単でした。簡単で綺麗に出来上がるけどやっぱり僕たち的にはリノベーションの出来上がりの方が味があって好きだなと思いました。でも新築で直角水平が完璧で面が揃っているのがどれだけ楽かを味わってしまうともうリノベーションには戻れなくなりそうです。次は屋根と内装です。また来週お疲れ様でした。